番です。原告である東京マルイ製コルトガバメントニッケルフィニッシュは自身の心臓部であるチャンバーを強引に奪われ他社製品へと移植された苦痛を訴えました。この移植問題に対し法廷が最も騒然としたのは被告 M45 が見せた異常なまでの受容性です。本来規格が異なるはずの他社製品でありながら一切の加工なく移植ができ、集団性が劇的に向上。これにより副次的効果として同じく国産メーカーであるライラックスのカスタムパーツも適合するというあまりにできすぎた符合に対し、傍聴席からは偶然で片付けるには無理があるとの声が上がっています。一部の業界通の間では国産メーカーの影が法廷の裏で糸を引いているのではないかという巨大な組織が絡む陰謀論までもがささやかれ始めています。原告は自身のパーツが同意なく抜き取られるだけでなく、被告である M45 のチャンバーと差し替えられるいわゆる混血状態に陥った現状を強い言葉で非難しています。一方、被告の M45 は自分も望んでこの体になったわけではない、性能向上の代償として見た目を望まぬなり禁趣味のカスタムにされた、私こそが被害者だと主張しており、エアガンの性能と尊厳、その境界線はどこにあるのか、判決が注目されます。なんこれということで今回紹介するのはこちら。何がというわけなん？東京マルイコルトガバメントニッケルフィニッシュ。基本スペックはこんな感じ。おい、被害ってなんやねん。オープン。さすが純国産大手メーカーのエアガンだね。買ったことある人なら誰しもが見たことある内容だね。せやな。まとまった紙とクリーニングロッド。本体と他のモデルに比べてちょっと金のかかった内箱。中華ばっか見てたからマジで高級感感じるわ。うちにはこれが2丁あります。なんでやねん。これが発表された当時、同行主の脳内はこんなことになってました。金のガバなんて言われたらこれをやるしかないと。何年前のだよ。そんな化石ゲーム今の子誰もわからんて。サバゲーやっててこのビッグタイトルを知らない人とかいる。16年。ショックで壊れたわ。気を取り直して外観から見ていこうか。はいはい。美しい。これはほんまに綺麗やな。1、2回実戦投入したから多少傷はあるけど、まあまあ許容範囲かな。打っても二足三門やな。それもあって売らずに積み銃にしてたおかげで、この銃のチャンバーが移植できることに気づけたんだよね。かわいそすぎる。ちなみにこっちがドナーになったニッケルフィニッシュ。スライドストップまでいかれてるやん。こうでもしてないと、どっちがドナー元かわからなくなるからね。そういうとこはちゃんとしてるんや。ちなみに比較してみるとこんな感じ。どっちがどっちやねん。上がカーボン8、下が丸いのチャンバーだね。見た目で違うのはホップダイヤルくらいかな。丸い製品はギザギザしてんな。てかそれだけやん。わざわざチャンバー丸ごと移植する必要あるんか？普通に使う分には必要はないと思うよ。必要ないんかい。ただ当時の投稿主は拳銃一丁に金をかけてみたい気分だったらしい。ああ、サバゲーやってると一丁にどれだけ手間をかけるかみたいなフェーズ来るよな。こちらをご覧ください。おお、ここまでバラして元に戻せるんか？あとは任せた。被爆。上がカーボン8、下が丸いのチャンバーなんだけど、同じように見えて先端部分に違いがあるんだよね。ほんまや、丸いにはない別の凹凸があるやん。これはインナーバレルにも反映されてて、こっちで見るとよりわかりやすいかな。明らかに知らん溝が存在してるな。そう。この溝にはまるようにできているのがカーボン8のチャンバーなんだよね。そしてライラックスのインナーバレルはほとんど丸い製品との互換で設計されているから、こんな溝存在しないんだよね。なるほどな。インナーバレル乾燥だけっちゅうわけにはいかんのやな。どうしようかなって思ってた時に典型が降りてきたんだよね。典型って M45 ってガバメント系統だから、丸いのガバメントからチャンバー移植できんじゃね？そこで白羽の矢が立ったのが、美しすぎて実戦向きじゃないと積み銃にされていたこのニッケルフィニッシュ。ガチで不運やなこいつ。当時は傷が入ったら新しいのを買えばいいかとも思ったんだけど、想像以上にこの銃に傷が入ることにストレス感じつって。まあわからんでもない。その後に CO2 とかいう新しいリソースのエアガンが登場して、せやな。けど集団性にはあまり期待していなかったし、バラしてみればなんか互換ありそうじゃんってなったから、じゃあせめてチャンバーだけでもニッケルフィニッシュを使ってあげようかなって。わからん。で生まれたのがこれ。等価交換の末路な。こいつの性能向上については過去動画で検証済みだから、気になる人はそっちを見てもらうとして。問題はこっちやな。まあさっきも言ったけど、実戦で使うことはないから移植後そのまま放置してたんだけど、綺麗なドナー提供者に対する扱いがこれかよ。みんなも気になるよね。何が？逆にカーボン8のチャンバーを移植された丸いのガバメントは性能がどう変わるのか。まあ気にならんこともない。じゃあ純血と混血で性能に差が出るのか見ていこう。混血って見ての通りこいつにはカーボン8のチャンバーが組み込まれてます。わからん。まずは糾弾されるのか。されんかったら終わりやな。
糾弾されるね。お蔵入り回避。じゃああとはいつも通り実測行ってみよう。あいよ。まずは初速。チャンバー変えただけで変わるとは思えん。使用するのはもちろん丸いの玉。ガスも丸い製。東京丸い尽くしや。ほいほい。はいグラフ。純血の平均初速は 67.96 メートル毎秒。ジュール換算で 0.46 ジュール。最大飛距離はしっかり50メートルと国産18金の何端の飛距離が試算で出たね。あくまで最大飛距離な。有効射程もホップ強めで47メートルは行くっぽいから、数値だけで見れば実用性も全然あるね。あとは傷が入った時の手の持ちよう次第か。じゃあお次はマグル。マグルはまずい。ほいほい。はいグラフ。電源切っちゃった。何してんねん。はいグラフ。カットせえよ。そこまで目に見える変化はなさそうだね。平均初速は 65.34 メートル毎秒。ジュール換算で 0.43 ジュール。純正チャンバーより 0.03 ジュール落ちたな。これにより最大飛距離と有効射程が3メートル減少。ハンドガンで射程3メートル落ちるのは痛いな。考えられるのはカーボン8のチャンバーと丸いのローディングノズルの噛み合わせと相性の問題かな。まあ互換が奇跡的にあっただけでクローン生産ではないしな。まあでも致命的な性能低下ではないし、弾が撃てるならよし。よくはねえ。はいお次は集団性。ぶっちゃけこれが一番気になるとこやな。本日の条件はこちら。明らかな集団性のばらつきが見られたら、それはほぼ 100% カーボン8のチャンバーのせいってことだね。自分の腕の悪さをパーツのせいにすんな。まずは純血から。その言い方やめろ。癖がなく狙ったとこに素直に弾が飛ぶ素晴らしい銃だね。若干左上に集中したけど、グルーピング精度検証なら支障はないでしょう。まあまあやな。ほいじゃ本命のマグロちゃん。やからその呼び方やめろ。結構よくて草。純正より素直に飛んでへん。弾道の素直さとグルーピング精度はまさかのこっちの方が優秀っていうね。集団性の悪さをネタに勝訴するつもりやったけど、これはちょっと厳しいか。比較してみるとこんな感じ。ばらつきの少なさもカーボン8に軍配が上がってへん。これだけ集団性いいなら3メートルの射程減少を追ってもあまりあるアドバンテージでは。まあまあ時期と条件で左右される部分ではあるからな。結論、カーボン8すげえ。集団性悪くて投稿主ボロクソに言うてやろう思ったけど、これは意外な結果やわ。サバゲー好きの皆さんこんにちは。オクトパスの女社長です。またなんか始まった。このコーナーではリスナーから届いたお便りを紹介していくよ。あれでコメント来るのマジか。ラジオネームシュラバニアファミリーさんからのお便り。いかつい名前。悪いけど、子さん、鳴らせてもらうぜ。エアガンレビューしてくれるボーカロイド系 YouTuber 少ないねん。子さんだ。本当は前回の初企画で紹介のはずやったけどな。シュラバニアファミリーさん、お便りありがとうございました。コメント見落としてたあげく打ち抜くなクソ野郎。続いては TU さんからのお便り。ちょっといいな。お前のせいで影響されそうな被害者で撮るやん。 TU さん、迷った時が買い時だよ。なんやっけ、買う理由が値段ならやめとけ。迷う理由が値段なら買えって言葉があったな。みんなは投稿主みたいな安物買いの銭失いはしちゃダメだよ。あいつは救えん。このコーナーではリスナーさんからのお便りをお待ちしています。ほぼ公開処刑やけどな。お相手はオクトパスの女社長でした。また次回お会いしましょう。物好きもおるもんやな。じゃあ最後騒音値測ろう。騒音値は変わらんだろ。まずは純東京丸いニッケルフィニッシュ。重厚付近で 86.2 デシベル。排気口で 111.3 デシベルだね。普通。お次にカーボン8系東京丸いニッケルフィニッシュし。その言い方もなんか嫌。重厚付近もチャンバー付近も騒音値は大差ないね。でしょうね。結論、カーボン8さんここエンタメ検証チャンネルなんで訴えないでください。お前と違って向こうさんは忙しいねん相手にされると思うな。今回の検証をもとに作成したチャートはこんな感じ。すげえな、食い下がってくるチャートとか初めて見たわ。一旦みんな CODBO のゾンビモードやろう。趣旨変わってんぞ、サバゲーをやらせろタコが。まあ性能が落ちてたならさすがに逮捕だったかもだけど、むしろ性能上がってたし、結果的にはそもそも銃に罪はねえよ。まあ強いて逮捕するなら投稿主だろうね。あいつがこの騒動の元凶だろ。みんなもカスタムするときは法令遵守で実施してね。前にも言うたけど、最低限初速計測器は買ってからいじれ。初速超えたら普通に銃刀法違反やで。法令遵守で快適なサバゲーライフを送りましょう。それじゃまた次回の動画でバイバイ。